鼻水まで全て出るから恥ずかしかった。何言ってない秘密って。初恋相手の名前何の話してんの、女性声優のくせに。のだめカンタービレの千秋先輩ですって言えばよかった。言って。地球の皆さん、こんにちは、土屋リオです。新年明けましておめでとうございますということで、新年のご挨拶動画は別で上がってると思うんですけれども、多分普通の投稿はこれが1本目になるかなと思うんですけれど、皆さん2026年こんにちは。今年もねYouTube を通して、土屋のことを皆さんに知っていただけたらなと思いますので、今日の動画では土屋のいろんなお話をしていきたいなと思います。はい、今回はいろいろ質問を用意していただきまして、こちらのトランプを引いた番号によってトークテーマみたいな質問が変わってくるので、これトランプめくりながらおしゃべりしていこうかなみたいな感じでございます。はい、ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。引きます。ジョーカーは、まだ言ったことのない秘密。ないよー。言えることで言ってないことないよー。ドオープンなんだから私全部。言えないことは言ってないけど、言えないことじゃないことは全部言ってる。何言ってない秘密って。一人暮らししてますでも私一人暮らし始めたタイミングで一人暮らし始めたって言ってないんだよね、みんなに。ぬるっと一人暮らし始めて、でオタクたちがみんな「あれちゃんりおって一人暮らしだっけ?」ってざわざわ察し始めて、で土屋別に一人暮らししてるよって言ってるわけじゃないのに、実家帰ったらさとか急に一人暮らしの話するっていう、はい、ぬるっとみんなに知られたから言ってはないです。一人暮らししてます、結構前から言ってない秘密って何？お兄ちゃんと妹がいます。言ってるもんね。年齢も出てるし、出身神奈川だし、家の住所とかさ言えないことは言ってないけど、言えることはね言ってんだよな、割と。あんまり隠さないからオープンな人間なんですよ、私。なんか思いついたら言いますわ。はい、じゃあ次行きましょう。どうしようかな。じゃあこっちの列の真ん中。キングは恥ずかしい失敗。恥の多い人生を学生時代とかにめっちゃあるけど、でも言ってんだよね多分。それもめちゃくちゃ反抗してた数学の先生のことお母さんって呼んじゃったりとかでもそういうこといっぱいあるね。失敗か。失敗って難しいよね。あんまり失敗を失敗と思ってない人間だからさ、伸びしろって思ってるからあんまりないけど、常に成功してるのででも失敗じゃないんだけど、朗読劇とか出た時に泣きすぎると鼻水まで全て出るから恥ずかしかったでも真剣だからさ無理じゃん悪いことじゃないし、恥ずかしいっちゃ恥ずかしいかな。なんかね不思議なんだよね。普段泣いた時別に鼻水出てこないのにさ、鼻詰まるじゃないですか、泣くと。でも朗読やってる時とかに鼻声にならないように多分喋ってるせいで、なんか人体の不思議だよね。めっちゃ鼻水出るんだよね。何の話してんの、女性声優のくせに。綺麗な話して。汚くないですけど別にやめよう。次行きましょう。次、ハートの1か。2025年初めて体験したこと。海外のファンミーティングいっぱいあるからな。でも初めてキャンプ。私人生あるよね私2025年生きてたよね。でも海外のファンミーティングが大きいか、初めてとしてね。2024年に初めて海外に行ったんだけど、私修学旅行とかでも海外に行ったことなくて、そう初めて北京に行ったんだけど、そう今年は自分のファンミーティングとして中国行かせていただいて、それが結構大きいかな。こんな遠いところにも、海渡ったところにも土屋のこと知ってくれてる人がいるんだなと
はい嬉しい気持ちの不思議な気持ちになりました。なんか日本人とやっぱねノリが違うから面白いなって思ったんですよね、上海のファンミーティング。それが初めての経験です。次クイーン初恋相手の名前ゆうきくんです。ゆうきくんゆうきくん何個上？4つ上かな、ゆうきくん。でも言ってる、何回も言った気がする、言ったことある気がするんだけど、ピアノがめちゃくちゃ上手くって好きになりましたね。幼馴染の定義が人によって違うから幼馴染というのか怪しいんだけど、小学生上がるか上がらないかぐらいの時からずっと仲の良かったなんだろう、親同士が仲良くて、その長期休暇の時に毎回遊ぶ友達みたいな距離感の人で、幼馴染って言っていいのか分かんないけど、私の中では結構幼馴染の感じだから幼馴染だと思ってるんだけどの3兄弟の真ん中のお兄ちゃんゆうきくん、ピアノが上手くて好きでした。その弟くんはシャニマスが好きらしいですチャンリオってリオちゃんのの人がその私の初恋の人の弟ですね。世界ってね狭いですよね。あんなにいっぱい遊んでたんだから覚えとけよって、本名で活動してるんだからって思いますけど、はい、私はもう顔も覚えてないし名字も覚えてないんだけど、ゆうきくんっていう名前だけ覚えて、ピアノが上手かったってことだけ覚えてて、もう顔もね背格好も何も覚えてない。思い出すのはその子たちのお家で、うちの兄弟とその子の兄弟でお留守番してる時にゆうきくんが私の兄だけ部屋に別部屋に呼んでピアノを聴かせてて、漏れた音を聞いてピアノすっごい上手、好きってなったことだけ覚えてます。楽器できる人好きなんですよね、なんかね、昔からなんか初恋の人がね、のだめカンタービレの千秋先輩ですって言えばよかった。言って隠すもの何もないですからね。そう楽器できる人かっこよくて、特にクラシックやってる人がねすごい好きだったんだよ昔。自分がピアノやってたからピアノ弾けたし、クラシックバレエもやってたからクラシックがめちゃくちゃ好きで、なんかバイオリン弾ける人とピアノ弾ける人がすごい好きだったの昔。だからピアノが弾けるっていう理由だけで好きだった人ですね。次行きましょう。これスペードの1、やめられない癖。なんかあんまりここで喋ってる時とかは出ないんだけど、家で配信する時とかになんとかなんだよねって自己完結するのめっちゃ癖で、キモって思ってるからやめたいキモって思ってるからやめたいのと、あとすぐ笑うのも癖だし、髪の毛こうやって触っちゃうのも癖だし、いっぱいありますよ私癖。自覚してるけどやめられない癖いっぱいある。はい、そんな感じ。はい、ということで、どうでしょうか。初知り情報があったかどうかは怪しいんですけれども、でもゆうきくんの話を深掘りしたのは初めてな気がします需要ないよね。別に興味ないよな、私の初恋の人の名前なんて。しかもなんかさ、こういう人でみたいなのがあれば面白いのにさ、ピアノが弾けてピアノが弾けたから好きでしたみたいな、何情報だよなはい、ということでね、年始一発目からよくわかんない動画だったんですけれども、2026年今年もよろしくお願いいたします。バイバイ。